は長谷川の72分の1スケール三菱救急式襲撃機の仮組みを行います。救急式襲撃機、帝国陸軍が採用した軽爆撃機ですね。そうそう、実は今回は長谷川だけど長谷川じゃないシリーズも兼ねているのだ。なるほど、マニアホビーの金型というわけね。マニアホビーは1970年代に日本で活動していたプラモデルメーカーで精密な交渉やモールド表現で知られていたのだ。全体形状の正確さや細かいモールドなど当時としてはかなり高品質でしたからね。操縦席なども細かく再現されていたのだ。この救急式襲撃機はいつ頃発売されたキットなの？1975年にマニアホビーから最初に発売されたのが始まりみたい。マニアホビーのキットは2機セットでしたよね。そうそう、2機分のキットが入っていて襲撃機と軍偵察機の両方が作れたのだ。どちらも再現できるように2セット分入っていたのね。長谷川からの発売は1977年。マニアホビーの販売期間は短かったのだ。なるほど。ところで救急式襲撃機ってどんな飛行機だったの？簡単に説明するのだ。お願いします。救急式襲撃機は大戦中に帝国陸軍が使用した軽爆撃機及び近接支援機で三菱が開発製造を担当。機番号は T51 で連合国側のコードネームはソニアなのだ。ふむふむ。日華事変で軽攻撃機の需要が高まっていた背景があるのだ。地上部隊の支援や偵察、対地攻撃に特化した機体だったのね。初飛行は1939年で1940年頃から部隊配備が始まった。大東亜戦争の直前ね。車輪は固定脚方式だけど機体構造が頑丈で短距離離着陸に優れており不整地の滑走路でも運用しやすかったのだ。南方の前線でも活躍できたのね。今で言えばコイン機に近い存在だったのだ。運用エピソードなどはあるの？日華事変では制空権のある状況で地上支援や偵察に使われていたのだ。前線近くの仮設飛行場から部隊支援ができたのは大きな利点だったわけね。東南アジアや南方戦線では密林や湿地帯の悪条件下でも運用できて重宝されたのだ。他の地域ではどうだったの？ニューギニアやソロモンでは苦戦したみたい。連合軍との激しい航空戦で制空権を失い護衛付きでも被害が大きくなったようだね。なるほど。ところで救急式軍偵察機との違いは？このキットでは主翼下に偵察窓があって操縦席に偵察用カメラがある点が違うのだ。大きな違いはないのね。軍偵察機だと洋上迷彩機も再現できるのだ。独立飛行第49中隊のマーキングとなる。洋上迷彩？上面が青系の塗装で台湾周辺で対戦哨戒任務についていたみたい。海に溶け込むような色だったのね。この青にも諸説あるけど長谷川の指示では青とネイビーブルーを混ぜるとある。日モの48分の1スケールの箱絵もそうですね。そうなのだ。他メーカーからの販売はあるの？マニアホビーと長谷川以外ではあまり見かけないけど2014年にコラモデルから T71 が発売された。 T71？ 満州飛行機が固定客を引き込み客に回収した試作機なのだ。なるほど。2019年にはクリアープロックからも発売されていてバリエーション展開もされているようだね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは編隊飛行中の救急式襲撃機なのだ。主翼下に小型爆弾がたくさんついていますね。25キロ爆弾だと思うのだ。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが3枚、透明パーツが2枚、デカール、組み立て説明書、塗装図が入っているのだ。マーキングは3種類。飛行第44戦隊の救急式襲撃機、独立飛行第49戦隊と第48戦隊の救急式軍偵察機が再現できるのだ。なるほど。部品点数は51点。小型の対戦機としては多めですね。では長谷川72分の1スケール三菱救急式襲撃機の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で5パーツ。軍偵察機の場合は5パーツとなるのだ。パーツ数は少ないですがディテールは素晴らしいですね。そうなのだ。パイロットはついてませんね。細かい作りとなっているので問題ないかな。なるほど。胴体内側に取り付けるパーツもあるのだ。機銃のマガジンかしらね。次はエンジンですね。エンジンは全部で6パーツとなる。カウリングから覗けない奥まで再現されてる。なるほどね。次はプロペラですかね。プロペラも2パーツ構成となる。スピナー全部とプロペラが一体成形。
スピナー後部を後ろから挟む構造。次はカウリングかしら。カウリングは前部と左右張り合わせで3パーツ構成。出来上がりはこんな感じ。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。まずは先ほど切り出したパーツを胴体内側に組み込む作業から始める。機銃のマガジンナックね。軍偵察機で作る場合は窓枠加工とクリアパーツの組み込みがある。なるほどね。ここまでできたならば操縦席を挟み込んで接着する。貼り合わせたらエンジン支持化とオイルクーラーを取り付けるのね。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドになります。やや薄めながらシャープなモールドです。主翼はどうでしょうか。主翼は3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。主翼も軍偵察機の場合は窓枠加工とクリアパーツの組み込みがあるのね。そうです。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドとなる。やはりシャープなモールドです。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。キャノピー取り付け前に組み込む部品もあるのね。照準スコープとヘッドレスト、機銃を組み込む。次は足回りですね。まずは主脚。主脚は全部で2パーツ構成。カバーとタイヤが一体成形となっている。固定脚ですからね。そうなのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となる。次は細かい部分の取り付けね。そうなのだ。左主翼に気筒管を取り付けね。主翼には翼内機銃も取り付ける。翼内機銃は襲撃機だけね。最後は爆弾の取り付けです。爆弾も襲撃機で作った時だけですね。では終わりに総評なのだ。今回は長谷川の72分の1スケール三菱99式襲撃機の仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組み後の感想はどうでしたか。古い金型だけどディテールは素晴らしいのだ。72分の1スケールとしては操縦席もかなり細かくて感心したのだ。ふむふむ。外形も良い感じなので定番品として残っていても不思議じゃないけど、国内ではこのキットしか出てないですし競合もいませんからね。マイナーな機体だけにニーズを考えると定番にするのは難しいのかも。だからこそたまに限定でカール付きで再販される感じなんですね。少し寂しいけど採算を考えると仕方がないことなのだ。最新のクリアープロップ版はどうなんでしょう。手元にはないけどネットで説明書を見た印象ではふむふむ。操縦席の再現度がすごくて細かいパーツがいっぱい。さすが約半世紀ぶりの新金型キットって感じだったのだ。でもね、やっぱりマイナー機体どれだけ売れるのかちょっと心配になってしまうのだ。エッチングパーツやケーキ板用のフィルムも付属してますね。キャノピーマスクもセットになっていて至れり尽くせりなのだ。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。